家電です。はい、今回の動画はシュプリーム FW23 ウィーク4のドロップリストと、個人的にちょっと気になってるパレス・カーハートコラボ、多分他の方もチェックしてる方いますかね。気になってる方いるとは思うんですけれども、パレスはね、日本の方も店舗ありますし、アメリカでも結構コラボものだと買いに行く方も多いので、はい、要チェックかなと思っております。先週のね、ウィーク3の方は、ドロップリストだったんですけれども、店舗には行かず、多分気づいてる方も多いと思うんですけれども、行かなかったです。で、オンラインも買わなかったです。オンラインはね、寝過ごしました寝過ごしてしまって、あとはもうちょっと結構最近忙しくて、もういいかなと思いました。あと、バケハね、高かったです。バケハに200ドルかけるのはちょっと高いかな。ストック X 見た時に、やっぱり上がってたと思ったけど、200ドル、ピンとっても結構穴とか気になっちゃうんじゃないかなとかいろいろ考えてきちゃって、結果良かったかなって思っています。他のね、アイテムにお金回したと思ったら、パスしても良かったんじゃないかなと、はい、今結果的に思っております。ではね、行きましょう。はい、今週のシュプリームのドロップリストなんですけれども、とりあえず今週はマーク・レッキーコラボということで、私は全然知らなくて目はつけてなかったんだけれども、ジャケット見た時に、これ、そういえば、ルックブックで見たよなっていうことで、こちらです。ちょっと見覚えある方もいるんじゃないでしょうか。ジャケットの中でも結構かっこいいんじゃないかなと思ったジャケットなので、このデザインを見ると、ちょっと前でビリーをデザインね、映画のデザインをやった時のジャケットをちょっと思い出すんだけど、それよりはちょっと大きくプリントされてるね。で、どんな感じなのかなって見ていくと、マーク・レッキーさんは1964年に生まれてって感じですね。で、見ていると、そう、ロンドン。ヨーロッパの方なんですね。とりあえずちょっと私調べたところだとイギリスの芸術家さんで音楽とかアートとかで活躍されてるっていうことみたいです。個人的にはあまり気にならなかったんだけれども、とりあえず紹介していく。はい、素直に言うそうなんです。ジャケットとパンツかっこいいと思ったけれども、その前のビリーの時よりは刺さらなかったな。なんでビリーの時は刺さったかというと、その時はちょうどニューヨークに住んでたっていうこともあって、自分の住んでたところからちょっと近いっていうとこがあったね。そのデザインとかね、映画に出てるのがあったので、ちょっといけてると思ったから買ったんだけど、今回はちょっと違うかな。けどデザイン的にはさっきのパンツとジャケット悪くないかなと思います。で、思ったのがこのモデルさん、女の子がめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。見て、可愛いよね。てかさ、このモデルさんが着るとこのシャツめっちゃいい感じに見えるよね。そうこれでしょな感じで、でもこっちも結構ごちゃごちゃしてるから、シンプルで冷たいならこっちですかね。はい、そうなんです。ちょっと気になる。どういうこうなってるんです。全部刺繍でなってるんだ。さっきのね、遠目から見るとすごいクラシカルな感じがして、私は別にこれ嫌いではない。シャツ一番かっこいいんじゃないと思っちゃったけど、 T シャツが覗いてすごいね。これすごいね。後ろに入ってるんですね。大手デッキもセットで出るってことですね。デッキは多分もう片方買ったらセットで買いたくなるような感じですかね。こんな感じで、はい、ちょっと最後見ていくね。で、はい、これが出ますよっていうことです。で、とりあえずシュプリームコミュニティの方に戻って見ていくんですけど、今週また、人気順はまさかの1位、ピンズです。スクリューピン、ネジで、8ドル。値段変わらないね。で、次がコースのヘッドホン。これちょっとプレビューで見ててどうなんだろうと思ったけど、ボックス入ってんだ。で、ちょっとこれシュプリームコラボじゃないとどれぐらいなのかなと思ったら、値段はそこまで変わらない。ちょっとブランド代が足されてるぐらいで、アワードフィッターズとかは60ドルか。だとアマゾンとかだと40。こ
れか40だな。色がなんかこれすごいプロリミテッドエディションとかはちょっと$60ぐらいするから、まあ許容範囲なんじゃない？ 68 ドルでいいんじゃないかなと思います。悪くはない。可愛いよね。最近ヘッドホンつけてる子多いしって感じです。はい。で次がフーディー、レザー、なんかこれさ、立ち上げでなんか出るとかなんか見たよね。結局出なかったのか。全然私マークつけてなかったんだけど。そう。なんかすごいね、これ。こんななってるんだ。で、次が、ピンアップメッシュバック5パネル。これ私去年日本行った時にちょうどドーバーで白黒ですね。それ見たな。前出た時はこの感じです。このトップが白になってます。はい。このような感じになってます。この時ね、ドーバーで黒ね、残ってて見たんだけど、すごいね。今107ドルもするの。107ドルは落とされてるんですか。怖いね。そんな上がったの。んで、こんな感じです、今回は。グリーンあたりかっこいいね。ここ、青も結構いい色じゃん。へー。で、次がジーンズ。はい。これはシュプリームってついてる。もうこういう感じのシュプリームで前なんかジャカートのやつとか買ったけど。どうなの？パンチ。透明見たら全然色の、これ俺ごめん。黒の方が落ち着いてて好きだね。よく見たらシュプリームだって感じ。透明から見たらあんまりシュプリーム感もしなくて、さりげなシュプリームですね。で、次がこのコートですね。結構私これ気になってて、数年前にこういうチェックのコート出たよね。しかもほらピンズがついてるということで。はい。これ結構美味しい人多いんじゃない？だって色的にも悪くないもん。かっこいいもん、普通にリバーシブルでさ。これ全然使えるよね。黒ところだったらギリギリまだなんかちょっと綺麗めな服装に合うよね。ねえ、いいんじゃない？ 798。買う人はこれ買うと思うな。で、次がトップス。これはなんかすごいな。ちょっとこれはパスかな。で、フランネルシャツ、久しぶりにフランネルシャツこれいいんじゃないかなと思ってて、前のシーズンの時のフランネルはちょっとあんまりチェックの具合が好きじゃなかったんだけど、このちょっと大きめのチェックのバージョン好きです。フランネルは全然買っていいと思うよ。全然ありです。全然あり。前のシーズンとか全然店舗の方にセールで出てこなかったので、今季は結構いい感じのチェックのフランネルなので、これはもう今仕留めちゃっていいんじゃないかなと思います。で、次がバーナーショートスリーブトップ。これはあれね、なんかリボンのみたいになびいてる感じにシュプリームオールイングリッシュが入ってます。はい。これは刺繍でございます。68ドル。はい。で、次が6パネルデニムで、後ろにシュプリームと書いてて、ここも刺繍になってる。デニムが可愛い。よく見たらデニムでこの刺繍の色が黄色、白で可愛いんじゃないかなと思うね。で、次が、さっきのスケボーですね。これちょっと覗いてる、履いてる、ちょっとわかんないけど、な感じ？これ冷蔵庫じゃん。何これ不思議。なんかこれ不思議だね。このグリーンの色が私好き。はい。で、さっき紹介したジャケット。はい。ドリームイングリッシュキット。これは後ろ全部刺繍で入ってる。なんかこの刺繍の具合を見るとさ、パープルの方が好きだな。パープルこのブルーの色合いが可愛い。はい。で、次がこの T シャツですね。この覗き込んでる感じの。で、背中、この首の後ろのところに、はい、ロゴとサインが入っておりますということです。コラボものだったらいつもこのようなデザインですね。次はカシミヤのビーニーということで、確実にカシミヤなのでいつものビーニーより触り心地もいいし、かぶり心地も絶対いいです。このシュプリームのところがシルバーになってるんだ。
へえ、これ可愛いんじゃない？シンプルでいいんじゃないかなと思います。カシミヤなのでちょっとお値段は張るんですけれども、かぶり心地をちょっと気にされる方はこの B にいいんじゃないでしょうか。で、次はこのジャケットですね。はい、こちらです。先ほども紹介しました。で、次がこのパンツも最初の方で紹介しました。ジャケットとセットです。で、次がこのシャツ。これお姉ちゃん着てましたね。こうよく見るとさ、ここがちょっとバラっぽくなってるの？クラシカルな感じで可愛いです。可愛いね。悪くないです。しかもコーデュロイなの？やばい。コーデュロイでこういう花柄で、これ一番いいんじゃない？今回のコラボで。私好きだ、これ。だけど、お値段が高い。ちょっと気にならないとは言ってたけどさ、ちょっと気になっちゃったな。158高いな。でもコーデュロイでこれめっちゃ可愛いわ。これいい。ちょっとコーデュロイって聞いただけで全然違うわ。で、次、このパンツが、はい、ジャケットとセットです。このパンツが、セットね。こんな感じでセットです。で、今週はこのような感じのラインナップになっております。はい、お待たせしました。パレスカーハットコラボをね、一緒に見ていきたいと思います。とりあえずこちらパレスの、はい、公式オンラインなんですけども、とっても親切じゃない？ここにさ、もう発売時間オンラインとちゃんとインスタが書いてくれてる。なんかシュプリームもさ、こんな感じで書いてくれたら分かりやすいよね。こんな親切なんだ、びっくりなんだけれども。ねえ、一応さ、ほら、ニューヨークと LA だと全然違うんですよ。時間帯が3時間も差あるので、一応 US オンライン、ニューヨーク時間だと11時なんだけど、LA だと朝の8時なんですよね。で、どっちもインストアは11時オープンということで、日本は土曜日発売ですね。ってことは、シュプリームも土曜日じゃん。どっち行くのって感じですね。皆さんどっちですか？多分これ狙ってるシュプリーマーの方も多いんじゃない？まあ、アイテムこんな感じで出てるんですけれども、インスタの方はね、見てみて。こんな感じで出てます。はい。みんなコメントしてるね。うん。で、まあ、パレスは結構個人的にこの間サロモンとかも出てて、まあかっこいいかなと思って、私ね、多分サイズがないから全然買いに行かなかったんだけれども、そうそうそう、これ見て、このドクロのやつもさ、実際見たんだけど、ウォーレンロタスとか知ってますか？それとちょっとデザインは似てるんだけども、これね、結構良かったな、これ。ねえ、実際見て良かったね。黒をドーバーで見たかな。で、そう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 。で、最近私買ったのがパレスとこのマックのコラボもごめんなさい。切るって言って出してないですね。これも後々出さないとって思ってるんですけれども、意外とシュプリームよりもたまにいいデザインがちらっと出てるので、パレスも見逃せないです、個人的に。で、最近カーハートだとパレスともね、今回コラボだけれども、ちょっと前にマルニともコラボしております。今一応出てね、検索すると、はい、もうセールになっちゃってるけど、まあ、元の値段高いからね。これなかなか元の値段650とかで、買う人いないんじゃない？デザイン可愛かったけどね。ドーバーストリートマーケット行った時にいつも、並んでて、可愛いなと思ったけど、買わなかったな。ちょっと値段がね、高いんだよね、こんな感じで。個人的にこの丸2コラボは悪くなかった。お花が私結構デザイン好きなので。そうそうそう、こういう風にセットアップで着るとかっこいいのよ。だけどね、こういうセットアップとちょっと違うじゃん。私は着こなせない。似合うなら着たいけどね。まあ今週このパレスコラボは何が一番狙い目かなということで、私はね、やっぱりこの T シャツあたりかなーって思います。このね、T シャツ、ごめん、クリックしまいだね。この T シャツさ、普通にカーハートだけのを買うと、このデザインだけれども、後ろにね、パレスってこういう同じトナルタイプで出てるということで、このカーキとか渋いんじゃないかなと思います。一応カーキだと、あれか、ジャケットこういうパンツとか、ビーニーはちょっと迷彩っぽい感じで可愛いですね、これね。で、一応カーハートのこのマークのところに、下にパレスとついてるタイプですね。悪くない。ちょうどさ、私フレイヤーでこの、
オーバーオールをミスタンス古着屋さんで古着で見ても$80ぐらいするから、まあコラボで新品で買えるんだとこれいいな。 S とかあるのかな。でもね S もメンズで私結構でかいからな。これ結構個人的には一番厚いんだけれども、まあ無難に行くなら T シャツ B2 あたりが、はい、値段も安いしいいんじゃないかなと思います。フーディーはどうなの。フーディーむしろあれなのかな。ちょっと気になるんだけども、ジャケットはね、これダブル2でしょ。ここら辺がね化けるんじゃないかなと予想されますね。ちょっとこれはね、自分前さえ変えただけですごい勝ちだと思います。サイズ的には XL とか L は、まあ、すぐささっとなくなると思うので、結構ねパレス XL、L 数が思ったよりも少ないです。ニューヨークの店舗で結構行ったんだけれども、結構大きいサイズはさっと売り切れる傾向があります。いいデザインだと。なのでまあSM とかだったら、まあ、ちょっと買いやすいかなっていうのは、はい、予想されると思います。はい、皆さん長いおしゃべり見ていただきありがとうございます。とりあえずね、今週は私、シュプリームには行きません。はい、先週も行かず、今週も行かずってことで、2週間ね、シュプリームとちょっと離れてるんですけれども、まあもしね、行ったとしても、ピーンズしか買わないし、まあそうしたらちょっと時間ロスではあるので、まあピンズとかね、次の週で残ったら買ってもいいかなと思っております。とりあえず今週は、まあシュプリームはパスするけれども、パレスカーハートが、まあ、T シャツ B2 あたりが熱いかなって思ってるので、あの人も取り上げてました。ブーンさんも取り上げてて、今週はパレスが熱いと言ったので間違いないかと思います。カーハートはね、まあ結構着てボロボロなっても全然味出てくるし、まあちょっと値段が高いとしても、まあ長く着れるし、まあ結構頑丈だからね、いいかなと思っています。まあ手に入ったら欲しいけれども、まあ行くとしたら私、ロサンゼルスの方だとメルローズの方になるんで、もう結局片道も混んじゃうとすぐ1時間ぐらいかかっちゃうのね。だからまあドーバーストリートマーケットの方が行きやすいので、行くとしたらドーバーかなと思ってます。でもドーバーも数多くないし、ちょっと早起きしなきゃいけないんじゃないかなと予想してるんですけども、どうなるんでしょう。はい。まあちょっと起きれたら行こうかなって思ってます。はい。今週はね、ここら辺で終わりたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。じゃあね、バイ。